それでは、Google コラボラトリーを使用して、ファイル一覧の取得と繰り返し処理について説明します。最初に Google コラボラトリーの作業領域に3つの CSV ファイルをアップロードしておきます。使用するモジュールは、GROP モジュールと OS モジュールをインポートします。GROP モジュールは、ファイルシステム上で、指定したパターン、ワイルドカードなどに一致するファイルやディレクトリーのパスを見つけるために使われます。OS モジュールは、ファイルやディレクトリの作成、削除、名前変更、パスの操作など、OS レベルの操作が可能です。次に、サンプルデータが保存されているディレクトリーを、アウトプットアンダーラインディル一重引用符、コンテント一重引用符のようにして指定します。このディレクトリーは、コラボの作業領域を示します。こちらの作業領域がコンテントディレクトリーになります。次に、アウトプットアンダーラインディルで指定したディレクトリー内のすべての CSV ファイルを取得を grop.grop、os.pass.join、アウトプットアンダーラインディル、一重引用符 .csv 一重引用符で取得しファイルアンダーラインリストに代入します。そして9行目でファイルリストを表示しています。13行目のfor文では、そのファイルリストよりファイルを一つずつ取り出し、15行目でファイルネームにファイル名を取り出し、16行目でファイル名を表示する繰り返し処理を行っています。それでは、実行してみます。するとこのようにファイル名のリストが表示された後、for文で、一つ一つのファイル名を表示しています。それでは、読み込んだデータを一つにまとめるプログラムを紹介します。今回はデータを一つにまとめるために Pandas モジュールをインポートします。先ほどと同じように、6行目でアウトプットディレクトリーを設定します。そして grop.grop、os.pass.join で、作業領域内のすべての CSV ファイルを取得しファイルリストに代入します。次に読み込んだデータフレームを格納するリスト df アンダーラインリストを初期化します。次に、14行目でファイルリストより一つずつファイル名を取り出し、17行目でそれぞれのファイルを読み込み変数 df に保存します。そして、19行目の df アンダーラインリスト .append、df で、df リストに読み込んだデータフレームをリストに追加します。これらの操作は、for文で取り出されるファイル名の数だけ繰り返し実行されます。25行目の PD、コンカット関数では、リストに格納された複数のデータフレームを一つに結合します。この場合 df アンダーラインリストに格納されたデータフレームを両方向に結合します。結合する方向は、アクシスパラメータで設定しますが、省略するとアクシス0となり両方向の結合となります。また ignore アンダーラインインデックス true とすることで、結合後のインデックスを振り直します。そして、その結果をコンバインドアンダーライン df に取得します。31行では、結合後のデータフレームの先頭を確認のために表示します。そして35行目では、コンバインド df の情報を表示した後、36行目で、コンバインド df の内容を表示してプログラムを終わっています。このコードを実行すると、このように、結合後のデータフレームの先頭行、5行を表示し、次にこのデータフレームの情報を表示した後、データフレームの内容を最後に表示しています。